新体脇山です。前回のね動画で初めてのパソコンの DIY ということで、自作 PC の、作業動画を上げたんですけど、ちょっとね初めてということで作業自体も、編集も長い動画になっちゃったので、前後編に分けて、今回が後編の動画になります。この感じで休憩挟んだ以降なので、この後パソコンのね、配線と、動作チェックまでやっていこうと思います。ではよろしくお願いします。Drive a faster car. ではメインストレージの SSD を取り付けていきます。どっちがいいかな。こんな感じで取れたので、こちらに SSD を直接ネジ止めしていきます。4箇所終わりました。シテラの SSD です。これをもうこのままさっき外して、こちらにもう一度ネジ止めして終わりって感じかな。はい。終わりました。このようにかな。で、次はサブストレージ HDD を取り付けます。で、じゃあこれね、シーゲートの8テラかな。今めちゃくちゃ安かったので、8テラで、そんなに高くなかったです。概要欄で金額を見てください。はい、これを取り付け場所、ちょっとこれ今更なんですけどね、底につけるということが分かったので、ちょっとこれ最初につけてた方が良かったかもしれないです。パソコンをひっくり返してやってみます。ひっくり返し外していきます。どうしようかな。取り外せました。で、これに、ハードディスクドライブを、ハードディスクをそのまま挿します。取り付け完了です。すべてのパーツが取り付け終わりました。で、この後配線をね、待ちに待った配線を行えば完成だと思うんですけど、配線難しそうですね。はい、ではドキドキですが、配線やっていきましょう。まずやるのが一番太いケーブルはどこだ？どこに行った？これだ。これだよね。これを表に刺したいんですけど、SATAケーブルだけ。ここからか。この爪とここを合わせるっぽいので、こうだね。はい。刺さったかな。刺さりました。はい。次は8ピンケーブルを、グラボにつなげます。ここですよね。ここにつけたい。持ってきて。ここじゃないな、こいつ。ここじゃないな。
で、はい、すいません、グラボの続きで。こんな感じで縮むとしよう。この SATA ケーブルが簡単に刺さると思います。向きは合ってる。これ LED こっちで制御したら良さそうなんだよな。PC ケースについていたこれらをつなげていきます。つなげていきます。こんな感じかな。そうですね。あとは残っているのが、USB 2.0 ケーブルとオーディオケーブル。これらも挿していくんですが、どこにあるかな。閉まらなくはなさそうだな。まずそうなのはないので、閉まるので、これでいいでしょうと。はい。あとは、こちらを電源入れて、ドライバーインストールしてみれば完成だと思います。とりあえずはね。はい、全然色塗ったりできてませんが、一旦シンプルに組み上げてみました。初の自作 PC 動くんですかね、うまく。はい、それでは多分組み上がったと思うので、ここから、OS をインストールして起動させてみます。正常に、動くことが確認できれば、もうパソコンとして機能します。めちゃくちゃドキドキです。では、まずはこの電源ケーブルを挿します。これをカチッとやれば、オンになるんですが、ここを電源オンした後に、ケース上部についている電源ボタンを押せば、起動します。で、ただ起動する前に、もうここまで来ると、あとはパソコンとしての設定画面だったりを見ないといけないので、ここにモニターとマウスとキーボードは一応持っています。モニター。大丈夫かな。キーボード。ラッキーですね。ラッキーワンスミンかな。これになりますね。マウスを置きます。つなげます。ドキドキだな。はい、モニター電源ついてます。で、ここで、ちょっと手順どっちかわからなかったんですが、多分、後からでもいけるんでしょうね。この、Windows 10の、パッケージ版買ったので USB が刺さるんですけど、これ刺してから起動すると、BIOS 画面の後に、インストールに進めるということなので、もう先に刺しちゃいます。刺さりましてね、不安だな。これで、いざ、電源オンです。ちゃんと映ってるかな。電源オンにします。パソコン本体の電源はオンにしまして、あとはこのケース上部にある、電源ボタンを押します。いけ。うわー、光った。ファンも思いっきり全部勢いよく光ってますし、回転してますし、はい。どうなんだろう、どう映ってるんだろう。
うわ、めっちゃ LED に光ってますね。ちょっとこれは興奮しますね。光りました。で、これに対して、デリートボタンを押せばいいのかな、これ。はい、この状態でデリートを押せば、MSI のマザボはBIOS 画面に行ってくれるらしいですが、大丈夫かな、これ。US 配列。キーボード不安だな。日本語のキーボードでしょ。ちょっと不安なんで差し替えます。次にね、デリートを、こっちの方がね、デリートボタン独立してあるので、ちょっとこいつで。不安にしてみます。あ、来た。出ました。これがバイオです。MA3 のクリックバイオス。システムランゲージ、日本語があるので日本語。終了しますか。はい。何もやってないからね。で、一回消えました。で、これで BIOS の設定が完了した後の再起動で、もう USB 挿しちゃってるんで、Windows のOS インストールが始まるはずです。お？ドキドキです。いや、今まで組み立てのところがね、初心者で調べながらだし、説明もしながらで、全然映像を撮りながらでも、正直テンション低めのあんまり見せる用の、来ましたね。見せる用の動画としてはどうかなって思うぐらい悪い出来で多分撮影してるんですけど、やっぱ出来上がった後のこの瞬間は正直 DIY 完成したぞっていう時よりもちょっと興奮してます。これかなり楽しいですね。ハマりそう。で Windows セットアップのこれ64ビットなんで、これでエンターです。初めてにしてはスムーズにいったんじゃないですかね。これも DIY やってたおかげかなと。手順をしっかり選んで、発注前から資材を選んだ手順をしっかり考えて読んできました。Windows のセットアップ。インストールするはいはい。キーボードの種類、ここでどうしようかな。もう US 配列使うので、これベージキーボードにしときます。で、次。インストール。きた。見覚えのある Windows のセットアップ画面。で、この後はもう個人情報とかも入れたりするので、ライセンス認証を求められるので、今回購入した時についてきた。これかな？この中に入っているプロダクトコードを入力すれば、もう通常の既製品の PC 購入した時に最初やる設定と同じ画面に進んで、そこは多分カットします。で、コードだけで説明すると、Windows OS に入れて、あとは個人用のパソコンの設定をして、普段使いに持っていこうと思います。自作 PC だったらもうこれからOS をインストール先を、今回自分の中ではメインストレージとしている SSD に入れるのか、サブストレージの HDD に入れるのかとか、そういうのを選べるらしいので、詳細設定のカスタムから入ります。で、よいしょ。いかがでしたでしょうか。初心者が01で、PC を DIY してみました。賃貸脇山のね、チャンネル今後この PC で編集していきます。ちょっと動画編集用のスペックという風に、検索のワードに毎回入れながら調べて、この GeForce の RTX 2070スーパーとのグラフォーと CPU は Ryzen 7の3000なんちゃらですね。3世代の Ryzen と、CPU クーラーはコルセアの簡易についで、でこの辺はホワイトのやつをなるべく選んで白基調の中身に今後もっと寄せていきますと。で変える分は最初から白がで、希望のスペックで白の
パーツがあるのは基本的にもう発注の時に選んでます。これは DIY の時もね、最初になるべく希望通りのがもちろん見つけれるに越したことはないと。でそれが既存の既製品でないものを自分で試行錯誤して色を変えたりサイズを変更したりやって、希望に寄せていくのが、理想に寄せていくのが DIY のコツかなと思っているので、今回もなるべく白があれば白を買ってます。で なのでこのグラボももっと長さが短いこのようなサイズの白があれば白を買いたかったんですけど、今のところ黒と志向さんの、3連のファンでもうちょっとこのギリギリまで届いちゃうような長い、グラボしか見つからなかったんで、一旦 MSI の G コースにしました、RTX2070 スーパーを買ってます。でこれは後ほど、具合を見ながら塗装したりやると思います。であとは細々したところはもうまた動画の途中でいろいろ口頭でボソボソ言ってるので、興味がある人は聞き取ってください。であとは概要欄とかブログにもおそらくもうちょっと詳細書いていくので、はい、組み立て以上ですかね。で組み立ての動画はもう自信もない中、不安な中、動画撮りながら調べながら組み立てながらだったんで、ちょっとこれ本当はお蔵入りにするレベルの映像しか撮れてない気がするんですけど、初心者が最初にやるとこんな感じですっていう、リアルもお伝えできたのかなと。で多分 DIY と本当に通じるものがあって、ある程度事前準備をしていればそんなに間違えることなく、今のところね、まだわかんないですけど動作普通にしてるので成功したので、初回でも初心者でもいけるよというのを何か参考にしていただければ。でここからもっと余裕が出てきたらどんどんもうちょっとパーツの名前も間違えずに説明できたり、アレンジしていったりするのをね、チャンネルのどこかでというか次の動画もしくはもっと先の動画でちょこちょこ挟んでいこうと思ってます。じゃあせっかくなんでこれも設定自分なりにやって自作用 PC をメインパソコンにしていきます。